トップを狙い第5話、お願い愛に時間をですね。ビデオの最終巻5話と6話のですね、ようやっと予算 OK が出ました。もう散々ですね、ビクターは OK 出たんだけど、バンダイの方から売り上げが足らないというふうに言われて、ダメかと思われた時にですね、この条件だったというのが出たんですね。そのバンダイの高梨君とビクターの佐々木さんに呼び出されました。で、5話と6話予算が出ます。ただし、会社を説得するため、上を説得するため、一つだけお願いしたいですね。それがですね、挿入歌を入れてくれと。トップを狙いフライハイっていうですね、5話の合体シーンでですね、声優さんが歌う歌があるんですけど、これなんですね。これを入れてくれと。で、トップを狙いは、ガイナックさんのおかげで人気作にもなった。下請けやったスタジオファンタジアさんも頑張ってくれたので人気作になった。イベントをやりたいと。イベントをやったら何が問題があるのかというと、トップを狙いの主題歌って実は当時アイドルで人気絶頂だった酒井のり子だったんですね。で、酒井のり子で、でもイベントで酒井のり子来ないでしょって言われてですね、僕、本当に笑っちゃった。全員本当に笑っちゃいけないけど笑っちゃって、そりゃね、アニメのイベントに酒井のり子来ませんよねって笑っちゃったんですけども、酒井のり子呼べないと。で、声優さんにやっぱこんなに頑張って1話から4話まで熱演してくれた声優さんも、日高のり子さんなんて自腹でビデオカセット買ってくれたんですよ。それぐらいですね、熱を入れて好きになってくれたのでですね、彼女らに花を持たせたいじゃないかというふうに言われてですね、その主演の日高のり子、佐久間玲のデュエット曲を出したいというふうに言われたんですね。で、声優さんが歌う曲なので、正直言ってリスクも少ない、制作予算もそんなかかんないし、売り上げもかなりこれ見込めるというふうに言われたんですよ。で、いいですよ。じゃあ、作詞同士にしましょう、みたいなことを言い出そうとしたら、高梨くんの方から、で、話はここからだと。曲はもうできてますって言われたんです。これを本編のどっかで流してほしいというふうにですね、言ってカセットもらったんですよね。カセットだったか CD だったか忘れたけどもらったんですよ。で、高梨くんがその時にですね、釘を刺されてしまって、ナウシカはダメですよ。岡田さん。ナウシカ、今考えてますよって。何かというと、風の谷のナウシカでイメージソングをですね、安田成美が歌ったんですね。風の谷のナウシカって歌った。宮崎駿がそれ聞いて激怒して、絶対にこんなもん流さんと。で、鈴木敏夫が、なんとか絶対に流さんとかっていうことで妥協点で出たのが、映画館の休憩時間に流すっていうですね。すごい方法だったんですよ。で、岡田さん、それ考えてるでしょ。例えば、科学講座でこれを使うとか考えてるでしょとかって、俺も、いや、バレたかって思ったんですけど、とりあえず聞いてくださいって言ってで、その場で聞いたらですね、なんかこの、ヘナヘナな歌というかですね、もう5話と6話の脚本は上がってるんですよ。で、5話ではですね、これまでの関係が逆転して、お姉様が励まして、のりこ頑張るという構図だったのが、お姉様の方が、へこたれて、のりこが最後に励ますというのがクライマックスポイントになってるんですね。ところが、高梨くんと佐々木さんはその5話と6話の脚本を読む前に発注しちゃったもんだから、これも彼らがトップを狙えている作品を助けようとしてくれたからなんですけど、で、作詞家に発注したもんだからですね、お姉様がのりこを励ますという相変わらず1話2話の構成で作っちゃってるんですね。で、これどうやって使えるかなと思って、ガイナックスに持って帰るわけですね。もう歌が、くじけちゃうわ、ダメな私、傷だらけのハート隠した涙がヒリヒリっていうですね。なんというかですね、恥ずかしい歌なんですよ。誰もみんな、初めはそう諦めたらダメよ。ついてきなさい、しっかりとお姉様が言って、のりこがとてもできないわって言ってお姉様が自信を持つの。のりこがドキドキしてるお姉様が頼ってもダメよっていうですね。皆さん聞いても信じられないかもしれないけど、本当にこれが5話でかかるんですよ。で、瞳閉じて祈るようにファイヤーファイヤー、今命を燃やすのっていうですね、すごいデュエットソングが上がってくるんです。これ、どうやって本編に入れればいいんだと思ってですね。で、デモテープ持って帰ってスタジオ内でもうかけたら、当時のガイナックスはですね、もうとにかくおふざけムード全開なんですよ。トップをね、おねやみその翼作ってる時は真面目ムード全開なんですけど、トップをね作ってる時はおふざけムード全開でギャグを思いついたらもう即採用なんですね。で、なので、大爆笑なんですよ。で、これ、二人の関係と真逆だけどどうすればいいと。そしたらもう安野くんが、とりあえず、これは合体シーンで流そうと。今合体シーンって、田中康平さんの音楽だけで盛り上がる方向なんだけども、
合体シーンで書ける。合体シーンで真逆だけど、多分見てる人間あんまりそのことに気がつかない。ノリで突っ切れるというふうに言ったんでですね、本編で唯一、全6話あるうちでガンバスターがちゃんと合体するシーンって、もう本当に1回だけなんだけど、そのクライマックスシーンでこのバカな曲を流すことにしたんですね。5話のお話はですね、いつの間にか愛し合っていたお姉様とコーチ。しかし、数十億匹のですね、宇宙怪獣が銀河の向こうからやってくると。地球は危うし、ガンバスターしかいない。しかし一度出撃したら、ガンバスターが出撃したらですね、半年は戻ってこれないんですね。そしてコーチの命は宇宙船放射病で、あと半年というふうに医者から言われていると。コーチ死んでしまうかもわかんない。それでもけなげにですね、気持ちを抑えて出撃したですね、二人。しかしお姉様がですね、光の速度で飛ぶ、そのバスターマシンの中で、地球の時間とね、今の時間が両方流れるんですよ。で今の時間は普通のリアルタイムに流れるんですけど、地球時間が最初加速しているうちにですね、もう1日過ぎた、2日過ぎた、3日、1週間、2週間、1ヶ月過ぎた。もう地球では4ヶ月経ってしまったっていうふうなことになったら、もうダメ、もういけないって言ってガーンってレバー入れて逆噴射しちゃうんです。もう止めて、もうダメ、私はいけないってすげえ泣き言言うんですね。で、そのシーンです。はい。お姉様がですね、ボロ泣きしてるのにですね、のりこがモニターで励ますんですね。で、それでいいのとかこういうふうにのりこは言ってるわけです。コーチがくれた貴重な6ヶ月なんだよとか言っててお姉様が泣いてるんですけども、わかったのりこ。で、わかったのりこというところで、例の曲のイントロがチャッ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 チャって小さくかかるんですよ。わかったのりこ。合体しましょうっていうふうに急に凛々しい感じで、合体しましたってガチンとレバー入れた瞬間に、チャッ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 って例の曲がかかって、で、合体シーンがですね、まさかのガンバスターにですね、合体レバーっていうのがちゃんとあるんですね。で、この合体レバーが巡航から合体に行きゃいいのに途中に階層があるんですよ。この階層っていうのは何なんだよと。ガンバスターは帰りは階層になるのかと。冥王星行くときは巡航なんだけど、帰りはもう機体を送るだけだから階層になるのかと思うんですけど、こういうシーン、やっぱギャグシーン思いついたら入れちゃうんですね。ガチャッと、チャッ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 。で、すべてのステータスバーが赤いのが合体っていうのが入る。これもいわゆるデジタルで入るんではなくて、こういうケーキの上、物理ケーキがあって、その上に本当に赤い蓋が次々と被さっていく。ちょっと時間差があって被さっていくんですね。それぞれが。で、この合体、巡航から階層から合体になるのも周りが赤表示。で、このすべてのやつも合体の赤表示っていうですね。で、チャッ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 っていう風にですね、リピートするんですよ。で、よいしょ。チャ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 。で、これガンバスター外から見たところなんですけど、ここにですね、安全ボルトがついてるんですね。で、この安全ボルトを爆発で吹き飛ばして、ロボットがですね、分離始めるんですよ。で、この安全ボルトが爆発するシーンでですね、ちゃんと計算してですね、チャ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 、フーっていうところがあるんですけど、そう、フーの掛け声で爆発ボルトがバーンって爆発して、ロボットとかガシャーンってこう、分離始めて、いよいよ合体シーンが始まると。もう超燃える合体シーンになってるんですね。で、この分離したらですね、チャ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 っていうですね、イントロに入るんですよ。で、歌がいよいよかかります。お姉様のモノローグですね。あなたがくれたこの6ヶ月戦ってみせるわ。それがっていうふうに言うんですけど、この時にくじけちゃうわ、ダメな私って、のりこの歌でですね、くじけちゃうわ、ダメな私が入ると。で、アームがですね、伸びてきて合体が始まると。で、あなたと同じ時を生きる唯一の方法なのねって言ってる時にですね、傷だらけのハート、隠した涙がヒリヒリ、チャ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 っていうと。それがですね、この伸びてくるシーンです。で、チャ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 ンっていうですね、このシンバルが一回チャンって入るシーンでですね、ロボットのアームがガシャーンってこう合体するわけですよね。もうここら辺はですね、4話のドン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 はですね、かっこいい鳥肌なんですけども、ここら辺はもう僕らにとってみれば大爆笑なんですよ。こんなにかっこいい合体シーンで、かっこいい合体シーン、ヘナヘナの曲、そして何か意味のない決意のセリフというのが全部混ざっていて、なんかすごく面白いものを俺たちは作ったんだけど、これが一体何なのかよくわかんないんですよね。すごい面白いんだけど、真面目に見れば感動シーンだし、ちょっとこう、
高みから見るというかね、オタク特有の嫌な見方したら、やっぱバカなシーンだろうけども、これだろう俺たちがやりたいことはっていうですね、アームをですね、しっかり握って、チャ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 ーンっていうところでガシャーンとなるわけですよね。で、完成試写会でもですね、この合体シーンは、笑ってくれる人もいたんですけど、やっぱ感動する人もいて、はっきり分かれたんですよね。お姉様のセリフはできるだけ意味がないって言ったら声優さんに失礼なんですけども、戦ってみせるわ。それがあなたの絵のなんかこう、できることなのね、みたいな、できるだけ意味がない感動っぽいセリフを入れていって、どんどんお話っていうのを進めていきました。5話ですね、他に語りたいことは山ほどあるんですけども、もう6話に入らないとやばいんで、ラストシーンだけ説明させてください。で、結局宇宙怪獣との戦いに勝ったガンバスターは、もうガンバスターの戦闘シーンも語らないです。ガンバスターはコーチが入院している病院に着陸するんですね。で、コーチはですね、なんとまだ奇跡的に生きていた抱き合う二人ですね。6話でコーチのお墓が出てくるんですけど、結局なんだかんだでそれから3年ぐらい生きてやるんですよね。そこもギャグシーンなんですけど、別にみんな笑わないんですよ。6話でモノクロでコーチのお墓が出てきて、ちゃんと年号出てるから、ちょっと待てよと。死ぬんじゃなかったのか、結構生きてたんかいっていうシーンなんですけど、やっぱそこも6話みんな気がつかないんですけどもですね。で、コーチ生きてた。抱き合う二人と。で、見届けたノリコはですね、一人ガンバスターを見上げるんですね。思わずノリコの目に涙が。そしてガンバスターの前で決意のセリフを言うんですけども、それがこの、5話で解説する最後のシーンです。上を見てください。ガンバスターのノリコが立ってるって、ノリコがモノローグ言うんですけど、セリフ下です。ごめんね、スミス。もう泣かないって約束だったよね。でも、キミコは褒めてくれるよね。ね、パパって言うんですけども、短いセリフで3人に語りかけてるんですよね。もう、完全に頭がおかしいんですよ。で、ここまで変なセリフ言われても、短いセリフなら本当に3人も言う相手が変わって、次々と切り替わってる頭がおかしいセリフなんですけども、人間ってね、これ、なんだろうな、気づかないというかですね、思わず納得してるんですよ。ここやっぱり逆光なんですよ。やっぱここも逆光で、こう、回り込み、ここ大回り込みなんですよ。大回り込みでガンバスターの周り回り込んでですね、逆光がかかってこのセリフ言われたら、人間やっぱ感動しちゃうんですよね。だから、ここまで変なセリフ入れてもですね、僕はね、トップを狙えっていうのは、こういう、ひねくれた笑いのセンスが、すごい好きです。こういうアニメっていうのは、トップを狙い以外ではですね、実は、アドベンチャータイムしかですね、僕見たことがないです。なのでですね、僕にとってトップを狙いというのは、こういうところもあってすごく大事な作品だということでですね、5話の感想はここまでです。お疲れ様でした。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではよろしく。